こんにちは。日本語クラスです。お元気ですか？このポッドキャストは毎日作っています。はい。でも4日間お休みしていました。はい、すみません。また作ります。これから作りますので、どうぞ聞いてください。よろしくお願いします。では、今日のお話のテーマは敬語です。はい、敬語。敬語。リスペクトフォーム。はい、リスペクトラングエッジと言っていいですか？そうですね。そのまま翻訳するとそういう言い方になりますね。はい。皆さんの国でも敬語を使っている国がありますね。はい。例えば、韓国語には敬語のようなもの、のようなというか、敬語ですね、ありますし、ヨーロッパの言葉にも敬語あります。はい、例えば、私が知っているのはドイツ語。はい、ドイツ語にも敬語の話し方と家族とか友達と話す時の話し方があります。別々です。はい、分けています。はい、ヨーロッパ他の言葉にもそういうのがあるそうです。はい、皆さんの国ではどうでしょうか？はい、その皆さんの国でもしある敬語がある、はい、あった場合、そのシステム、その敬語の使い方と日本語の敬語の使い方100%同じじゃないことがあります。はい。それで皆さんが日本語学校とか大学とかで勉強した日本語の敬語のことは皆さんはよく知っていると思います。でも今日はこの YouTube ポッドキャストでは、私がちょっと考えて、この時敬語使うな日本人、どうして使うんだろう、なんで使うの、変だよというのを見つけました。はい。ですので、それを皆さんに紹介したいと思います。はい。みんなの国の言葉と比べて、ぜひ考えながら聞いてほしいです。はい。よろしくお願いします。そして敬語については前に、もう一回ポッドキャストで話をしたことがあります。はい、今ちょっとスクリーンを見てください。この、日本人の敬語の生活は中学生の時から始まりますというものです。はい、これもしまだ見ていない人はちょっと後で見てみるといいかもしれないです。はい、これもやっぱり私も自分で考えて変だなと思いました。日本の文化、なんでと思って、ぜひ聞いてみてください。はい。そして今日はまた違う、はい、話ですから、はい、行きましょう。まず敬語っていつ使うというか、なんで使うか、どうして使うかについてまず最初に確認しましょう。はい、これ敬語っていう言葉から考えると、尊敬している、尊敬してる、respect ですね。respect、相手の人を尊敬しています、相手の人をリスペクトしているから敬語を使うというふうに学校で教えてもらった人多いと思います。はい、ですがそれで考えると、あれ、なんでここで敬語使うの、おかしい、システムが合わないことがあるんですね。そうではなくて、まず答えを言います。先に考え方は、敬語を使うのは尊敬しているからじゃなくて、相手の人と自分を離れたい、距離を持ちたい、距離は distance です。それも、人間関係の距離です。はい、リレーションシップ
です。リレーションシップ、関係、人間の関係の距離、ディスタンスを持ちたいから、私はあなたとディスタンス、距離を持ちたいですよというのをはっきり見せるために敬語を使う。はい、これが答えです。はい、OK ですか？そう確かに昔の日本で、例えば柔道とか剣道、スポーツですね、日本の柔道とかと相撲とかで、先生をとても本当に心から尊敬している、リスペクトしているから敬語を使いますとか、そういうのがあるかもしれないんですが、それもやっぱり先生と生徒の距離は遠い、近くないよというのをはっきりさせるために敬語を使うと考えていいと思います。はい。じゃあ例えば皆さんにじゃあ質問しますよ。じゃあ例えば皆さんがコンビニとかスーパーマーケットに行って100円のジュース1本買います。100円だけ。はい。その時レジの人は皆さんに敬語使いますか？使いませんか？使いますね。お客様いらっしゃいませ。ありがとうございます。こちら100円でございます。またお越しください。お越しくださいはまた来てくださいの意味です。とても綺麗な敬語です。これこれレジの人は皆さんのことを尊敬している、すごくリスペクトしてる、だから敬語を使いました。お客様100円のジュースを買ってくれるんですね。素晴らしいです。お客様本当に尊敬しています。違いますね。だってその時初めて会った知らない人だし、私のこと知らないです。知らない人のことを尊敬することはできないですね。どんな人ですかわからない。だから尊敬してないけどでも敬語を使ってくれた、それは尊敬してるからじゃなくて、お店の人とお客さんは距離があります。同じグループじゃない、同じ家族じゃない、同じグループでもいい、そうだから私とあなたは距離があります、だからそこで距離がありますよねというのをはっきり分かるために、はっきり見せるために敬語を使う。そうです。例えばじゃあ学校の先生もどうですか？学校、これ日本の場合で言いますね。日本だったら、学生が学校の先生に対して敬語を使う。使います。でも先生のことを尊敬していますか？あの先生本当に素晴らしい先生だよね、いい先生だよね、わかりやすいよね。いいえ、みんながそういういい先生じゃありません。もう話が分かりにくい先生とか、私は嫌いだった先生とかいます。いる。皆さんもいますよね。学生の時あの先生ほんと嫌だね、次あの先生来る嫌だなってありますよね。それでも日本の場合は学生は先生に対して敬語で話します。先生何々してもいいですかとか、先生このレポートは来週までに出せばいいですかとか、ですかですか、来週までに先生来週までに出せばいいじゃないです。敬語で話す。それは先生を尊敬しているからじゃなくて、私と先生は遠い関係、リレーションシップが遠い、それを分かってるから、だからそれを知ってるから、それをはっきり私は分かってますよ、先生は私と同じポジション、同じ位置の人じゃない。
はい、離れた人、関係が遠い人だから敬語を使っています。私知ってますよというのを先生に見せるために敬語で話す。はい、そうです。だから、会社もそうですね。はい、ビジネスの時、皆さんはよく知ってますね。ビジネスの時は敬語で話さなければいけませんね。うん。会社も、自分の上の人、会社の中の自分より上の人は上司ですね。上司は自分より上の人です。はい、ポジションが位置が上の人です。だから自分と遠いです。はい、そうイメージは、じゃああれでいいですよ。建物の中、ビルの中の自分は1階に住んでいる。私たちは1階。でも上司は2階に住んでいます。2階にいます。そのイメージでいいです。上司は上にいるから遠いです。うん。だから上にいるから、その時上司のことを私はとても尊敬しています。あの上司は素晴らしいです。早い、仕事が早いとか思ってない。全然思ってなくても、上司のいるところは上だから、2階にいるから遠いから敬語を使います。はい、それだけです。はい。でも、上司は下の人に敬語を使わなくてもいいです。はい。これ使ってもいいんですけど、上司上にいる。で、上から下を見てます。はい。2階から1階を見ている。その時敬語使うと、それは私は2階、部下と言います。下の人ね。部下は1階にいる。ここは遠い、距離がある。それをはっきりしたい、はっきり見せたいと思ったら敬語を使う。はい。でも、私は上司だけど、私は1階に行って、で1階の部下と一緒に横の椅子に座って話します。はい。そしたらその時は敬語使わない。はい。だから上司は敬語を使うか使わないか選ぶことができます。うん。そう。まずここまで OK ですね。そう。で、ここまでは結構みんなの国と似ている可能性、possibility が高いです。はい。しかしこの後です。この後は多分日本オリジナルです。はい、行きましょう。今日はですね、その日本だけのこの敬語の世界を私は4つ見つけました。はい、紹介します。これです。ちょっとよかったらスクリーン見てください。だけど今日このスクリーンぐらいだから、ポッドキャストです。はい、皆さんラジオと思って聞いてください。大丈夫ですよ。うん。まずですね、じゃあ例えばというか今日4つのテーマです。はい。まず1つ目が年上の部下に敬語を使うか使わないか。年齢何歳ですかというのが、例えば自分は30歳だけど、自分はもう部長です。部長。はい。部長は結構偉いです。はい。会社の中でも上の人。はい。で、自分の下にたくさん社員がいます。で、その下の人が部下と言いますね。で、部下の中に、50歳の人がいます。はい。私は30歳。でも自分の下の人に50歳の人がいます。だからそれが一番です。年上の部下がいます。自分より年が上の人が。でもポジションが下。はい。その人に私は敬語を使った方がいいか、いや使わない方がいいか、どっち。はい、これについて。はい。そしてじゃあ次、これもですね、本当日本だけじゃないかと思います。もう一つ目は夫婦の喧嘩をしている時です。夫婦というのは結婚した
ペア、結婚した2人です。はい、この2人喧嘩してる時に敬語を使うか、いやいやいや敬語は使わないか、だって家族だから、どうでしょうか。夫婦というのは結婚していますから、そうですね、同じグループと考えます。はい、だから誰が上誰が下と考えないです。特に今は。はい、昔はお父さんの方が会社で働いてお金を家に持ってくるからお父さんの方が上で、奥さん妻が下と考えることが多かったんですが、今はもうどっちも同じ、はい、平等と言いますね。イコールの関係、はい、と考えるんだけど、だからこの2人夫婦結婚したら敬語は使わないんですね、本当は。でもどうですか、喧嘩した時敬語使うかな。いやいやいや、喧嘩しても使わない。どうでしょう。これ話します後で。はい、そして次3つ目が痴漢です。痴漢、はい、痴漢は前に私ポッドキャストで話をしたことがあります。痴漢は、日本に多いんです今も。電車に乗った時、それも人がたくさんいる電車に乗った時に、例えば女の人が知らない人に体を触られるとか、そうですね、知らない人が自分のことをずっと見ているとか、知らない人が自分の髪の毛、髪です、ヘア、髪の匂いを近くで嗅いでいるとか、もう気持ちが悪いですね。そういう人を痴漢と言います。で、痴漢がいた時、自分が痴漢に会った時、やだこの人痴漢だと思った時、いやちょっとやめてやだ気持ち悪いという時に、その痴漢に、やめてくださいということができます。もちろん、はい、これはちょっと頑張らないと言えないんですけど、怖いから、はい、気持ち悪いと思って我慢してしまうことも多いんですけど、いやちょっと本当に気持ち悪いし、もう言って警察に、この人はもう警察に捕まえてもらおうと思って、やめてくださいとか、やめてということができます。やめてはストップです。ストップ、その時ですね、敬語を使った方がいいのか、敬語は使わない方がいいのか、それかいや使うのか、なんだろう。まず敬語を使うのって知らない人に敬語を使うんですよね。はい、その人と距離があるから。知らない人だったら使う。はい、スーパーのレジの人に、敬語で話すのと同じです。そう、でも痴漢も知らない人ですよ。どうします？やめてくださいというか、やめてというか、やめろというか、さあどうでしょう。これ、いやこんなことはインターネットで調べても書いてないですね、もちろんね。私ちょっと考えた。はい、だからこれ話しますね。で4番目はお客様の子供に対してです。お客様だから、自分がレストランで働いていますとか、店で働いてるでいいです。はい、何ですか、服を売っていますとか、靴を売っている店の店員です。そしてそのお客さんは大人でも、その人の子供が一緒にいました。その子供に私たち店の人は子供に敬語を使って話すか、敬語は使わないで話すか、どちらでしょうか。はい、これですね、多分みんなが思ってる答えと違うと思います。はい、私もすごくよく考えて、そっかっていろいろ思いました。はい、実は簡単に言うと答えは一つじゃないってことです。はい、そして今日は全部話すと長くなるので、今日はこの1番と2番をまず話しますね。
1番、年上の部下、会社の中で年上の部下がいます。その人に敬語を使うのか使わないのか、これ話します。そしてもう一つは、夫婦の喧嘩をしている時に敬語を使うか使わないかについて話します。はい。こっちの痴漢に敬語を使うかと、お客様の子供に対して敬語を使うか使わないかは次のビデオにしようと思います。はい。次のポッドキャストで話そうと思いますね。はい。ですから今日はまずこの1番2番いきます。はい。どうでしょうね。みんな答えを聞く前にちょっと考えてみる。はい。どう思いますか？ 1 番。まずはじゃあ年上の部下にからです。はい。年上、会社のみんなもどうですかね。アルバイトしててもあるかもしれない。会社もこれは多いと思いますよ。はい。日本は昔は年上の人はだいたいみんな上のポジション、偉くなる上のポジションになるので、え若い人が上のポジションになるというかつくと言います。ポジションにつくというんですが、ポジションにつくことはあまりなかったんですが、最近はもう増えてます。はい。ですのでこれからもっと増えると言われています。仕事ができる人は上のポジションにつく。うん、そうですよね。多分ね、みんなの国はそういう会社が多いと思います。でも日本はやっぱりちょっと古い考えで、年上の人は長くその会社に働いた人は上のポジションになっていいですよ。仕事ができるできないは関係ないという考えがあります。はい。だけどね、今はそんなことないんです。はい。もう若くても上に行きます。はい。いいことだと思います。じゃあどうかな。私は例えばじゃあ自分が若いんだけど30歳のもう部長、すごい仕事がよくできる。そして部下の中、自分の部下に50歳の部下がいます。はい。50歳どうしよう。はい。その人と話すとき、私は、部長にしましょう。若いその部長は敬語を使うか使わないか。はい。答えはこれは使います。はい、使います。うーんこれ社会的に見て、社会のシステムから見たら、30歳の人は社会の中では上のポジション、会社の中ではですね、会社の中では上のポジション、上の地位ですから、偉いです。そして50歳の部下は下です。はい。だから、上の人は下の人に敬語を使わなくてもいいですよね。うん。そう、さっき話しました。使わなくてもいいんだけど、やっぱりここはこの時は、やっぱりこの人は50歳で年齢、年が上だから、ここはやっぱり日本に昔からあったその何歳ですと、年上の人には年が上だったらもう上のレベルと考えて敬語を使う。その人とは距離があるということをはっきりさせるために使うという考え方もできる。はい、それでも OK だし、もう一つは自分は上です、そして50歳の部下の人は自分の下だけど上か下かを考える前に、あなたと私は距離がある、ディスタンスがありますというのを敬語を使うとはっきりします。はい。これはスーパーのレジの人とお客様と、ある意味同じですね。距離があるよということです。上と下の関係じゃなくて、横と縦でもいいです。はい。もうただ2人は遠い関係だというのをはっきり見せるために敬語を使っていると考えていいです。はい。だからこの場合は日本人の
部長30歳だったら50歳の部下に対して敬語を使うのが一般的、みんながやることです。はいですね。ただ私ちょっと調べたら、この関係、年齢が下で部下です、やだな、仕事がやりにくいなとはあまり思っていないそうです。その50歳の部下、そういう人はそれでもいいと、それより何ですかね、みんな敬語も使ってくれるし、あとは50歳だからやっぱり仕事の経験があるので、部下だけど何か困った時にちょっとすいません、ちょっと困っててちょっと意見を聞いていいですかと、その若い部長が質問したりアドバイスを欲しいと言ったりする。はい、そうです。それでいい、その関係は悪くないです、いいですよという意見がとても多かったです。はい、だそうですね。みんなの国だとどうでしょうね。そう、はい、じゃあ次行きましょう。次がですね、これは本当日本だけだと思うんですけど、どうでしょう。行きましょう。夫婦の喧嘩をしている時、敬語を使うか使わないかです。はい、喧嘩します。はい、これ日本人も喧嘩をしますよ、もちろん。はい、日本人ってちょっと優しいイメージがありますよね。あんまり怒らない、あんまり大きい声を出さない、思っていることを言わない。はい、そんなことはありません。はいはい、言います。特に喧嘩した時は言います。はい、わかんないです。みんなの国の夫婦、結婚した2人の方がもっと激しい、強い、怖い喧嘩をするのかもしれませんが、日本人も喧嘩したら怒るし、はい、そうですね、やっぱり結構怖いですよ聞いてると。はい、じゃあそんな怒ってる怖い時に敬語は使わないでしょね。だって敬語って家族で使わないしね。そうですよね。家族になったら敬語は使いません。はい、夫婦も使わないし、お父さんお母さんが子供に敬語を使わない。はい、そして子供がお父さんお母さんたちに対して敬語使いません。はい、昔は使ったんですよ。すごく昔ね。昔はやっぱりさっき最初に言った通り、特にお父さんはお父様です。お父様はやっぱり会社でとか社会の中で働いてお金を持ってきてくれます。そのおかげで家族が生活ができる。はい、食べ物が食べられる。だからお父さんは上のレベルと考える。だからお父さんはイメージは2階に住んでいる、家の2階に住んでる。でも他の人、お母さんお父さんじゃ3階でいいです。お父さんは3階、お母さんが2階で子供は1階、そういうイメージでいいです。はい、だから子供はお父さんに対してお父様何々ですかとか敬語を使っていた時もあります。はい、お母さんに対しても同じ、お母さん何々ですかぐらいですけどね。そういうのはあります。はい、だけど今はもう普通の家ではないです。みんなもう友達と話す時みたいにですますは使いません、家族の中で。はい、さあ、使わない、本当は使わない。でも喧嘩の時ですね、実は使います。はい早く答えを言ってくださいってね、みんな思いますよね。はい、お待たせしました。使います。どんな喧嘩ですかというの、なんで使うのというのね。はい、皆さん私今日、やります。
喧嘩を見せますよ。はい。私も頑張ります。はい。じゃあちょっと今スライドちょっとだけ今見てください。喧嘩の時敬語を使う。よく聞いててください。どこで敬語が出てくるか。これはですますとかです。そういう言い方です。はい。で、この絵のように、奥さんと夫がもう喧嘩してます。怒ってる。で、この2人の間に子供がいますね。はい。男の子、小さい男の子がいます。これじゃあ、幼稚園の子供にしましょう。幼稚園生。これ2人の子供です。3人家族ですね。で、じゃあこの子はじゃあ5歳の男の子で、じゃあ名前は日本人の名前、男の子の名前で、じゃあたけしにしましょう。たけしくんたけしくんたけしくんです。ちょっと伝統的な古い名前ですね、たけしくん。はい。じゃあたけしくん、じゃあいきますよ。私やってみます。夫婦の喧嘩です。はい、どうぞ聞いてください。なんだっけ。はい、行きましょう。頑張ります。ちょっと待ってくださいね。はい、お水を飲みました。行きます。いや、行きますよ。はい、じゃあカット。ねえ、あなた、来週のたけしの幼稚園の運動会あるでしょ。あなたが行ってくれるって言ってたよね。ほらほら、私はその日は仕事があるから行かれないね。だからあなたが代わりに行ってくれるって話してたよね。よろしくね。え、何それ。何の話それ。え、俺聞いてないよ。え、聞いてない。何言ってるのあなた。私この話もう1ヶ月前にしたよね。いやいやいや、聞いてないよ。今初めて聞いた。え、来週来週運動会たけしの。え何曜日。え何曜日。土曜日だよ。話したじゃん。それにあの時、幼稚園からもらった紙、いついつですよ、来週土曜日です、何時からです、お父さんお母さんどちらか一人来てくださいねって書いてある紙見せたよね。え、本当。俺全然覚えてないんだけど。来週の土曜日。いやいや、来週の土曜さ、なんか、会議があるから。無理だよ。すっごい重要な大事な会議なんだよ。無理無理、休めないし無理だよ。えちょっとちょっとすいませんけど、こういうふうに私が話したことを忘れてるのって初めてじゃないですよね。どうしてあなたはいつも私の話を聞いてないんですか。いやいやいや、そんなことないよ。聞いてるよ、聞いてる聞いてる。聞いてんだけどさ。でも、いや、そんな、さ、土曜日って、いや、毎週なんか会議が入ってるじゃない、知ってるでしょ。あの、ちょっと、ちょっと本当に、ちょっと本当にいい加減にしてくれます。もうこ私はいけないって話しましたよね。だからだから今回あなたに言ってくださいって私は1ヶ月前に話したんですよ。何ですか忘れてるって。信じられないんですけど、本当に何ですかあなた。いや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 、そんな怒らないでよね。いやいや、人間なんだからさ。いや、俺もさ、いろいろ忙しいでしょ毎日。そんなさ、何でも何でも覚えてないよ。ちょっとすいませんけど、あなたがこうやって話を忘れてるのはもう3回目なんです。はい。いや、じゃあさ、でもさ、
あなたさ、じゃあ、君が休んで、仕事をね、君はアルバイトなんだから休めるでしょ、ね、スーパーのアルバイトなんだから大丈夫、休めるじゃん。俺はダメなんだよ、会社員だから休めない。ちょっとすいませんけど、何ですか？スーパーのアルバイト、この仕事バカにしてますかあなた。ちょっと本当に信じられないんですけど、もう言いましたよね、1ヶ月前に。もしあなたが行かれないんだったら、私はスーパーの店長に言いました、自分から。すいません、この日は休みくださいって。だけどあなたが行く、俺が行くってあなたが言ったから、私は店長にその話はしてないです。あなたが言ってください。私は今回は休めません。もう前も同じことがあった。だから私は今回は無理です。もう本当に信じられないです。お母さんたちもうやめて。はいはい、お疲れ様でした。皆さんよく聞いてくださいました。ありがとうございます。はい、私これ何にもメモをしていないので今頭の中でイメージをしながら話しました。はい、ちょっと長くなってすいません。はい、このようにちょっと分かりました？大丈夫ですか？声聞こえましたかね？お父さんはずっと知らないよ」とか俺忙しいから」とかですます使わないで話してましたね。でもお母さんは「はちょっと待ってください」とか「ください」とか、もう何ですかね、全部ですついてましたよね。私は休めませんとか何々ですと言っていた。これは敬語です。はい、これですね、これなんでどうして敬語使うか分かりました？うん、敬語は使うのはどうして？最初に言いましたね。相手の人と自分と距離を持つため、遠く離れるためですね。私とあなたは離れてますよというのを見せるためですよね。だから本当は結婚している2人はとても近いです。関係が近い。はい、隣にいます。隣の椅子に座っている、そんなイメージです。だけど喧嘩した時にもう怒ってるから、もう隣にいるあなたと近くにいたくありません。私は遠くに行きたいです。あなたの近くにいたくないから、それを言葉で見せている、表現している。はい、エクスプレスです。表現している。はい、そのために敬語で怒るんです。はい、ね、何を言ってるんですかあなたは、ね、私はよく分かりません、ね、そうやって怒る。そうそうそう。だから結婚していて相手のパートナーが敬語で話したら、これはとても怒っているという意味です。はい、もし皆さんの中でパートナーが日本人だったら、気をつけてください。はい、本当に怒ってますよこれ。はい、あなたと遠くに行きたいですの意味です。うんねえ。だから他もできます。例えばお母さんと子供が急に今まで敬語使ってなかったのに急に敬語になる時もあります。それも同じです。理由は同じ。はい、あの離れたいという意味です。うん、いろいろありますよ。例えば子供がお母さんに「ねえお母さん、夏休みの宿題が終わらないよ。あと30ページもあるの。漢字のドリル、漢字の宿題があるけど明日先生に出さなければいけないよ。無理だよ、一人じゃできない。お母さんちょっとでいいから手伝ってくれない？」ってお母さんが言います。何言ってるの？あなた夏休みはね30日もあったのよ。どうしてやってないの？だってお母さん、後でやろうと思ったのね。そうでも、お願い、もう間に合わないからお願いお母さん。知りません。あなたも自分で
自分でやってください。お母さんは知りません。それはあなたの宿題、お母さんの宿題じゃありません。はい、もう知らない。はい、はい、今みたいに知りませんお母さん言いましたね。知らないよじゃなくて知りません。はい、もっと遠くに、お母さん遠くに行きたいという意味です。だからもうこれもお母さん怒ってるのがよくわかるし、いろいろありますよ。よく言うのは、やっぱり夫婦結婚してて、例えば夫が靴下がない、自分の靴下がない片方ない、ちょっとね俺の靴下片方ないんだけど知らない、どっか行っちゃった、あなたいつも片方どっか行っちゃったって言うよね。知らないよ私は。いやちょっと本当に俺もそれ履いてもう今日会社行かないと間に合わないよ、やばいよ、遅刻しちゃうよ、一緒に探してよ。は知らないよ、私だって会社行くの自分で探してよ、もう本当にお願い、君はさまだ1時間時間があるでしょ、お願い一緒に探して。だから本当に私は知りません。あなたはいつも自分でなくすでしょ。私のせいじゃない。自分で探してください。私は知りません。はい。これも知りませんと言ってる。奥さん怒ってます。もうね、この時知らないよ、自分で探してじゃなくて知りませんと言っている。はい。ということはもうあなたは遠くに行ってくださいとか、私はあなたから離れたい、遠くに行きたい、の意味です。こうやって言うと、怒ってる、本当は近い関係、本当はリレーションシップがとても近いのに怒ってるから、怒っているというのを見せるために敬語を使っていると分かる、聞いて分かります。はい。だから怒ってる、どうしよう、やばいと自分で靴下探そうって思います。はい。そういうことです。ですのでこういう時は敬語使うんですけど、本当によく使うんです日本人。どうですか、みんなの国の敬語使う場合はどうでしょうか。はい。どうかな。ちなみにこれ例えばドイツ語だった場合は使わないはずです。やっぱり夫婦になったら、家族になったら喧嘩してても敬語は使わない。使ったら多分ちょっと変だと思う。ってなんで、なります。でも日本語は使うんですよね。面白いですよね。みんなの国の場合はどうでしょうか。特に敬語を国で使ってる人、ちょっとみんなの意見を聞きたいです。はい。じゃあこんな感じで今日はこの、2つ紹介しました。年上の部下には敬語使うです。はい、使います。そして夫婦の喧嘩してる時も使います。はい。本当に怒ってる時です。はい。ですのでみんなも使っていいですよ。相手が日本人だったら。はい。ということでした。どうかな。ね、敬語って結構深いですよね。面白いなと思います。はい。そうですので残りの痴漢に敬語を使うか、痴漢に対してやめてくださいの時敬語を使うか使わないか、それとお客様の子供に対して使うか使わないかは次のビデオでお話ししようと思います。はい。よかったら聞いてください。ありがとうございます。皆さん聞いてくださって。そして、そうですね、私は日本語を教える教師先生をしています。はい。もし私と勉強したいなという人いたら、一緒に勉強しませんか。はい。私は皆さんとは、オンラインレッスンで勉強ができます。はい。ビデオレッスンと Zoom の授業、Zoom だったら話しながら、顔を見ながら私と勉強します。はい。よかったらぜひ来てください。ですね、ビデオレッスンいろいろあります。その中でも人気なのが読解、はい、JLPT の読解です。はい。これを見て
JLPT 合格しましたという人が、たくさんいらっしゃいます。はい、私もとても嬉しいです。よかったら皆さんも使ってください。JLPT N1 のためのビデオと N2 のためのビデオが今あります。はい、よかったら使ってください。申し込みは、あとはクラスについて詳しくは下にリンク書いておきます。今日のビデオの下のところにリンク書いておきますね。ぜひ見てみてください。そしてビジネス日本語をやっています。ごめんなさい、急に。Zoom レッスンですね。Zoom レッスン3つあって、ビジネス日本語と会話の練習をするクラスと、プライベートレッスンがあります。はい、3つです。ビジネス日本語はビジネス電話を、まず中心にやっています。はい、ビジネスの電話は本当に難しいです。はい、これは敬語がいっぱい出てきます。はい、これは毎月もう勉強してますよ。3月も、4月もやります。はい、ですので、よかったら来てください。3月は、次は24日ですね。3月24日は面接の練習をします。はい、会社に入る時の面接の練習をします。いろんな質問を会社ねされますので、その練習します。こういう質問されるからこうやって答えるといいですとか、はい、練習してます。だから日本の会社に入りたい人はぜひ一緒に練習しましょう。そして5月からは履歴書、はい、履歴書の書き方とか、あとはビジネス電話についてやります。はい、詳しくは下のリンク見てください。もう一つは会話の練習のクラスです。会話の練習はこれは JLPT N3 とか N2 のレベルの人にちょうどいいと思います。さっきのビジネス日本語は N3 はもう合格した人がいいですね。合格してて今 N2 を取りたいとか、そのぐらいのレベルの人から入れます。はい、わかると思います。会話練習はまだ N3 持ってないでもいいですよ。できると思います。これはですますを使わない、敬語を使わない話し方を勉強します。家族と話す時とか恋人と話す時ですね。その時は敬語は使いません。はい、使うと遠い人になります。はい、距離がある人になりますから、どうして敬語使うのやめてくださいと言われますから、その練習します。はい、難しいです。これは結構、はいね、みんなは敬語使った勉強を学校でいっぱい勉強しますから、マスフォーム、マス系ですよね。はい、これは使わない練習をしましょう。はい、あとはでもマス系使った会話の練習もします。はい、どっちも勉強できるので、これはいいと思います。あとこれも電話のかけ方も練習します。はい、よかったら来てください。そして、このコースも会話練習もビジネス日本語も学生さんの数が増えれば増えるほど授業の時間が長くなります。はい、ですのでぜひ皆さん来てください。お願いします。最後にプライベートレッスンです。プライベートレッスンは何でも私が教えます。私一人と皆さん一人です。はい、何でも OK ですよ。JLPT のリーディング読解でもいいし、会話の練習でもいいし、ビジネス日本語でもいいし、漢字の練習とか文法とかテストのための練習でもいいですね。はい、何でもどうぞ教えます。はい、ぜひぜひ来てください。時間も皆さんの時間のいい時教えてください。できるだけ私がそれに合わせます。はい、あと授業1回だけでも全然 OK ですよ。1回だけなんですけどダメですかっていう連絡ありますが、もちろん1回でも OK です。はい、一緒にやりましょう。この勉強困ってる、どうやればいいかわからないから教えてほしい、ありますね、そういうのね。はい、どうぞどうぞ聞いてください。はい、全部オンラインレッスンですから、インターネットがあればどこの国にいてもできます。はい、みんなが遠い日本じゃない遠い国にいても、できます。はい、ですからどうぞ来てください。一緒に勉強しましょう。楽しいと思います。はい、あと私は、Twitter をやっています。 X ですね。このリンクも下に書いておきます。よろしくお願いします。新しいビデオを作りましたとか、
新しいクラス作りますとか連絡を早くします。はい、Twitter どうぞ使ってください。じゃあ皆さん、今日は敬語について話しました。みんなの国ではどうですか？はい、日本と比べてここは敬語使わないよ。特に今日の夫婦の喧嘩とかどうですかね？すごく知りたいです。私調べたけどわからなかった。はい。みんなの国は使うのか使わないのかわからないです。私知らない。はい。だから教えてください。私にぜひ。はい。みんなは私にとって本当に先生です。うん。みんなが先生です。私の先生。はい。だからメッセージで教えてくれるととても嬉しいです。はい。ぜひよろしくお願いします。じゃあまた続きのビデオを作りますね。よろしくお願いします。今日もありがとうございました。